今回はゴルゴラインの解消方法です。こんにちは、パク先生です。ゴルゴラインとは目の下この辺りにできるラインのことです。漫画作品ゴルゴ13の主人公デューク統合の顔に深く刻まれていることで有名です。鋭い眼光、太い眉と合わせてまさにゴルゴ13のトレードマークになっています。ちなみにゴルゴ13はパク先生の大好きな漫画作品の一つです。ネット上含め世間にはゴルゴラインを消すセルフケアが溢れています。大体がこの頬骨付近の筋肉に着目するものが多いんですが、これだけではあなたのゴルゴラインは消えません。なぜならゴルゴラインができる原因については筋肉以外にある重要な要素があるからなんです。今回はこのゴルゴラインを根本原因から解消するセルフケアをお伝えします。このチャンネルではほうれい線や眉間のシワの消し方も公開しています。合わせてやっていただくことで顔のたるみをトータルで解消することができます。概要欄にリンクを貼っておきます。チャンネル登録していただいて他の動画もチェックしてみてください。まずあなたに知っていただきたいのは、なぜゴルゴラインができてしまうのかという原因です。一つ目、それは骨格です。胸骨という骨があります。いわゆる頬骨です。もう一つ、前頭骨、いわゆるおでこの骨です。この胸骨、前頭骨が骨粗鬆症により下がってくると言われています。この骨格という視点抜きで筋肉ばかりに着目しても期待した効果は得られません。まずしっかり骨格にアプローチすることで、その後の筋肉へのアプローチがより効果的になるわけです。二つ目は冒頭での話にもありましたが、筋肉です。筋肉が硬くなったり弱くなったり本来の機能を果たさなくなることにより、目の下や頬骨の周囲にたるみが生まれます。また循環が悪くなることによりむくみが起こりやすくなります。原因となる筋肉は3つあります。眼輪筋、上心尾翼虚筋、胸骨筋という筋肉です。まず1つ目は眼輪筋という筋肉です。目の周りの筋肉です。本来この眼輪筋は収縮することでまぶたを閉じるという役割をします。それからもう一つの役割があります。目の下、この部分に眼下脂肪という脂肪の塊があるんですが、眼輪筋はこの眼下脂肪をしっかり抑える役割をします。二つ目の筋肉は上心尾翼虚筋です。鼻の横から上方向に走行している筋肉で、上唇を上に引き上げる働きをします。三つ目の筋肉は胸骨筋です。大胸骨筋、小胸骨筋を合わせて胸骨筋と呼びます。文字通り頬についている筋肉です。口角を上向きに引き上げたり、上唇から頬周りを引き上げる働きをします。今回はこの骨格と筋肉という根本的な原因からアプローチすることでゴルゴラインを撃退していきます。4つのステップでやっていきます。ステップ1は胸骨前頭骨の調整。ステップ2は頬の周りの皮膚を動かします。ステップ3は筋肉を緩めます。ステップ4は筋肉のトレーニングです。1つ目のステップは骨格です。まずはおでこの骨、前頭骨の調整をやっていきます。親指と人差し指で前の部分にある前頭骨の出っ張りを挟みます。この状態からこのまま肘を机やベッドに乗せます。このまま頭の重みを親指で前頭骨を持ち上げていきます。この時に顎をしっかり引いてやるようにしましょう。で、持ち上がった状態で10秒をキープしていきます。これを3セット行っていきます。しっかり顎を引きながらやるのがポイントです。これは左右同時にやっていきます。親指でなかなかやりにくいという方はこのように手のひらの付け根を使ってやっていただいても大丈夫です。次は胸骨の調整です。頬骨ですね。胸骨の位置を改めて確認しておきましょう。胸骨は外に広がりながら下がっていく傾向があるので、調整する方向は内方向と上方向になります。胸骨の調整は手のひらのこの付け根を使っていきます。このように胸骨を捉えた状態で反対側の手を側頭部やや後ろに添えて押さえる力を受け止めます。この状態で内方向、上方向に押さえます。10秒間押さえていきます。1、2、9、10。左右片方ずつ3セットやってみてください。2つ目のステップは頬の周りにある皮膚を動かしていきます。筋肉の上にある皮膚を事前に動かすことで、ステップ3以降の筋肉へのアプローチがより効果的になります。ゴルゴラインができる方は、この辺りの皮膚の癒着が起きている可能性が高いです。2本指もしくは3本の指で皮膚をつまんでいただいて皮膚を動かしていきます。この辺りの皮膚は薄いので無理せず優しく動きを出していってください。ではやっていきます。時間はだいたい15秒から30秒程度を目安にやっていきましょう。慣れてくればこのように左右両方やっていただいても大丈夫です。自分で硬いところを探していきながら少しずつ皮膚を動かしていってください。3つ目のステップは筋肉を緩めていきます。眼輪筋です。2本指使います。この眼下の縁を目安にしてぐるり一周していきます。このようにぐりぐり緩めていきながら一周していきます。
片方20秒から30秒程度でやってみてください。次は上唇尾虚筋です。鼻のすぐ横に縦長についている筋肉になります。表情筋全般そうなんですが、非常に薄い筋肉になります。指先ではなく指の腹で優しく緩めていってください。縦長の筋肉ですが、縦方向だけでなくこのように指を横方向にも動かしてしっかり緩めていってください。これも20秒から30秒で緩めていきましょう。次は胸骨筋です。胸骨筋は大胸骨筋と小胸骨筋からなります。口角から頬骨にかけて付着している筋肉になります。大胸骨筋は頬骨のやや外側についています。小胸骨筋は胸骨のやや内側についています。このように2本指を使って緩めていきます。やり方は口角から上に指を沿わせると頬骨、胸骨に当たります。ここから頬骨の下の縁についている筋肉を緩めていきます。少しずつ内側から外側に指を移動させながら緩めていきます。この辺りは一番硬くなりやすいんですが、口角から頬骨の間もしっかり緩めていきましょう。片側20秒から30秒を目安に緩めていってください。筋肉を緩める上での注意点です。これらの筋肉は全て細かくて薄い筋肉ですので、力の入れすぎは禁物です。慣れないうちは軽めに力をかけながら徐々に力を調整していってください。20秒から30秒を目安にやってみてください。4つ目のステップは筋肉のトレーニングです。まず眼輪筋のトレーニング。やり方は眉の部分を指で押さえます。それから眉の皮膚を上に引き上げてキープします。この状態で目を閉じます。上で押さえることによって下まぶたをしっかり使うことになります。この状態で目を閉じて5秒キープ。目をしっかり開けて5秒キープ。これを1セット5回から10回を目安に行っていってください。もう一度やっていきます。眉の部分の皮膚を指で押さえます。押さえた皮膚を上に引き上げてキープします。この状態で目を閉じます。5秒キープします。1、2、3、4、5。目を大きく開いた状態で5秒キープ。1、2、3、4、5。これを1セットにして5回から10回繰り返してください。次は上唇尾虚筋のトレーニングです。やり方は上唇を上に持ち上げます。このようにですね。上に持ち上げた状態で5秒キープします。で、戻します。その後に鼻の下を伸ばします。で、3秒キープ。戻します。5回から10回繰り返していきます。一緒にやります。ポイントは上唇だけを上げるように注意することです。下唇も含めて唇全体を上げようとすると上唇尾虚筋を効果的に収縮させることが難しくなるからです。上唇だけをしっかり上げられるように注意していきましょう。次は胸骨筋のトレーニングです。口角を上外側に上げてその状態で5秒キープしていきます。1、2、3、4、5で戻します。反対側も同様です。これを左右それぞれ3セットずつやってみてください。ゴルゴラインを解消するセルフケアについてお伝えしました。今回のポイント、骨格では胸骨と前頭骨、筋肉では眼輪筋、上唇尾虚筋、胸骨筋にアプローチすることでゴルゴラインの根本的な改善を図る方法でした。セルフケアは継続が命です。日常生活のルーティンに取り入れていきましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。